こんにちは、ジロです。今回はですね、ティッシュでバラを作ってみました。で、このティッシュなんですけど、いろいろティッシュで作るバラっていうのは種類が意外と多くてですね、あとナプキンで作る版と普通の、今回はティッシュ版なんですけど、ティッシュで作るのでちょっといろいろ形が違ったりいろんな種類があるんですけど、その中でも僕が結構一番最初にこれ作ってみたいって思ったやつを今回ご紹介したいと思います。で、これ実は 1,2 年前ほどに動画を実は出してたんですけど、ちょっとねあまりにもひどかったんで動画の構成というかもう自分でも見れない動画だったので、今でもちょっと結構恥ずかしいんですけどね、それはもう非公開になってるのであれですけど、そこでも紹介したやつを今回ご紹介します。で、軽く他のやつも一緒に紹介しますと、今回の作るバラはこれです。ちょっと大きいかな、ここはサイズですね、調整できるんですけど、こんな感じのバラを今回作ります。で、それ以外にもこういうやつちょっと形が違うんですよ、実は。で、これはナプキンの方が結構綺麗にできるかなっていうので、ちょっとこれ分かりますかね、違いが。先端がこうロールケーキじゃないですけどロールになってるんですよ。だからナプキンの方が形がしっかりしやすい。で、こっちはこうティッシュ特有の2枚あるじゃないですか、薄いやつが。で、それを開いた形のバラです。で、その他にもなんだっけな、例えばこうやってくる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 っつってやって、なんだっけな、むしゃってやって、今でも動画残ってるかな、シュッシュッシュだけでも一応ね、これ開くと鼻になるんですよね。こう適当に蒸してもこうやって開けば、あれ、もうちょっと時間かかりそうです。薄いからね、これが。ちょっとここ飛ばしちゃってもいいです。全然バラというよりこれはまた違う花っていう感じなんですけど、こんな感じのも一つできます。ちょっと雑すぎたな、これ。いいか。蒸して広げるだけでも花になるっていう感じのもあったりしますので、いろんな種類があるんですけど、今回はこのオーソドックスなバラです。で、これ僕どこで知ったかと言いますと、あれなんですよ、映画なんですよね。青天の霹靂っていうマジックとお笑いが掛け合わさった劇団ひとりさんと大泉洋さんがやってる映画があるんですけど、でそこにいろいろマジック出てくるんですけど、その中でその病棟のシーンで即席でティッシュでね、バラを作って彼女さんにプレゼントするみたいなシーンがあって、かっこいいみたいなその売れないマジシャンだからなかなかお花を買うお金もないっていうことで、その場にあったティッシュですごい見事なバラを作ってたんですよ。現実的にはちょっとねなかなか難しいですけど、でも僕はかっこいいと思っちゃったんで、そこで知って作ってて、たまに遊んでるんですけど、そんなやつです。もしよかったらね、晴天の霹靂、昔は Amazon プライムで見れましたけど今はどうかな。そんな感じでこれを作ります、今回は。で、これも結構簡単なのでね、ぜひぜひチャレンジしてみてください。なのでこの場でやってみましょうかね。で、まず1枚取ります。で、そしてこれを手元で写しましょう。最近はもう基本ノー編集でやることにしました。ここら辺か置いとこう。で、こんな感じで1枚取ったら、これをですね、縦の方がいいですね。縦で最初くるくるをするんですよ。指とか挟みながら軽くロールケーキを作っていきます。ロールしていきます。この幅はだいたいでいいです。で、そしたらこれの7対3ぐらいかな、上が3で下が7ぐらいのあたりでつまんで、最初はちょっと余分で多めにした方がいいですね。上は後で調節できるので、こうやって最初からこうやってぐるっとやっちゃいます。こんな感じになったんですけど、ぐるっとやってから最初下を作っていきます。で、
一旦ここら辺までロールをしたら下を開きます。でここは葉っぱの部分なんで、程よい長さぐらい1枚1枚つながってるんですけど、こんな感じで、ちょっと待ってください。辛いなこれ。よし、こんな感じです。そしたら下をもう一回ギーってねじります。そうすると下はねちょっととんがらした方がいいかなって僕的には。そうするとこんな感じにちょっと葉っぱっぽいのがね出来上がるんです。でこれの大きさもちょっとでかいなと思ったら下をつまんだり上をつまんだりしてちょっとずつ小さくして調節していきます。そうするとほら葉っぱみたいになりました。でここはとりあえず OK として上です。上なんですけど、ここが結構大事でして、これをバラにするんですけど、最初ちょっとクイってね、バラのようにね下に押しつぶしてあげます。下にクイって軽くね、これ後ででもいいんですけど、そしたらこのティッシュはですね薄いのが2枚なってるので、あとこれ待って、そう2枚になってるので、この2枚をピラッと剥がしていきます。軽くほぐす感じで全体に。そうすると一気にねバラっぽくなるんですよ。もうほぼ完成なんですけど、これはもうお好みでねいろんな形にできたりする。でまだちょっと不格好なので、ここを先ほどの下の方とかをいじりながらこうやって膨らませながらバラっぽくしていきます。でバラっぽくするコツとしてはちょっとねねじりがある感じがいいと思います。さっきのこんな感じかな。もうちょいねじりがあったりすると、鼻の方とかですね、するとちょっとバラっぽく見えます。僕ほとんどバラ見たことないんですけど、でもなんかそんな感じがしますね。もうちょっとこことか、ちょっと乱れてる感じとかもいいですよね、花っぽくて。ちょっとランダムですけど。でこれをあとは下ろす。さっさと。やばい、これ意外と時間かかってる。そうするともう完成です。であとはちょっと鼻大きいなと思ったらここをねじって縮めたりして、でなるべくこの茎の部分は細くした方がかっこいいと思いますね。で鼻をピッて入れたら完成。でかいかな。こんな感じです。ちょっとここはあるかな。ちょっと大きいか、こんな感じかな。ちょっと難しい。こんな感じです。ちょっと戻りましょう。で出来上がったのがこんな感じです。どうですかね。すごく簡単ですよね。これ使う場面ねちょっとよくわかんないですけど、お花を買い忘れたっていう時に即席で作るとかね、なんかマジックの一つなのかな、わかんないですけど、こういう小技っていいですよね。僕なんかすごい好きで、そういうのを結構集めるの趣味なんですけど、こういうのとか同じかこれは。でロールケーキの場合はロールケーキじゃない、ナプキンの場合はこんな感じで先端がちょっとね曲がってますとかね、こういうのとかね、いろいろあるので、今後もまた後でね紹介するかもしれないですけど、こんなのもあるよということでございました。もしよかったらねすぐ作れるのでやってみてください。それじゃあまたね、バイバイ。